2026年の税制改正で、年収の壁が178万円まで引き上げられます。壁が上がった以上もう気にしなくていい。そう思われた方もいるかもしれません。壁が上がったからといって、すべての家庭が同じだけ得をするわけではありません。それどころか178万円という数字自体、2年ごとに見直され物価次第で変わる可能性がある仕組みになっています。このニュースを聞いて、そのまま安心していいのか、それとも確認が必要なのか、迷った方も多いのではないでしょうか。所得税の壁だけを見て働き方を変えると、社会保険料の負担で手取りが思ったほど増えない場合もあります。数字の変化を一つずつ追いかけなくても、確認しておける整理の仕方はあります。年収の壁にどう向き合うかは、家族の働き方や目指す暮らし方によって、最適な答えが変わります。今日は、多くのご家庭が見落としがちな整理の仕方に絞ってお伝えします。今回の動画では、年収の壁178万円で具体的に何が変わったのか、対象になるのはどんな家庭なのか、なぜこの178万円は今後も見直されていくのか、今から確認しておきたいことは何なのか、この4つを順番に整理します。今回のテーマは、配偶者がパート収入で働いているご家庭だけの話ではありません。年金を受け取りながら、少し給与収入を得ている方にも関わってくるテーマです。年金など給与以外の所得がある方は、合計所得金額で個別に確認が必要になる点も、この後一緒に整理していきます。50代、60代のご家庭にとって、身近なテーマとして順番に整理していきます。制度の名前や数字だけを表面的に覚えるのではなく、自分の家庭にとって何が変わるのかを一緒に確認していきましょう。お金と自由の航路へようこそ。船長です。制度は変わるたびに名前も数字も新しくなります。その変化を家計の目線で一つずつ確認しながら、これからもお伝えしていきたいと思っています。この続きを見逃したくないと思っていただけたら、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。正直な話からさせてください。今回の年収の壁について私自身にも不安があります。制度が変わるたびに、意識的にチェックしていないと聞き逃してしまう。そういう感覚が私にもあります。ニュースの見出しだけを見て分かったつもりになっても、細かい条件まで本当に終えているのか。それ自体が私にもわからないという不安があります。例えば家族の誰かが、今回の壁の状況に当てはまったとしたら、何をどこまで考慮すればいいのか、こぼさず拾いきれるかどうか、そこが一番不安です。もし私の家族がこの壁に当てはまったとしたら、まずどの制度の壁の話なのか、どの範囲まで対象になるのか、そこから確認すると思います。配偶者のパート収入と自分自身の年金収入とでは、壁との関係も変わってくるとしたら、一つの数字だけを覚えておけば済む話ではありません。だからこそ余計についていくことの難しさを感じてしまいます。そしてもう一つ正直な本音があります。制度を本当に追い切れているかどうか。それ自体が私にもわかりません。だからこそ今回の動画で、一つずつ整理しながら、皆さんと一緒に確認していきたいと思います。そもそも年収の壁という言葉には、いくつもの意味があります。今回話題になっている178万円は、所得税を計算するときに使う、基礎控除と給与所得控除の話です。基礎控除とは、所得税を計算するときに、所得から一律で差し引かれる、控除の一つです。給与所得控除も同じように、所得から差し引かれる控除で、会社員やパート勤務の方の給与収入に対して適用されます。この2つの控除を合わせた金額までは、所得税がかからない仕組みになっています。社会保険料がかかるかどうかの壁、106万円や130万円とは別の制度です。対象になる条件も変わるタイミングも全く違います。まずここをはっきり区別しておくことが、今回の話を正しく理解する土台になります。今回の178万円という数字は、国民民主党が2024年10月の衆院選で
公約に掲げていた年収の壁の引き上げを反映したものです。この178万円という数字は一夜にして決まったものではありません。国会でのやり取りや税制調査会での議論を経て、2026年度の税制改正法として正式に成立したものです。だからこそ一時的な話題ではなく、実際に反映される制度として理解しておく必要があります。背景にある考え方も少し丁寧にお伝えしておきます。1995年から現在までの間、最低賃金は少しずつ上がり続けてきました。ところが所得税の基礎控除や給与所得控除は長い間大きく見直されないままでした。働いている収入の水準が上がっているのに、控除の金額だけが取り残されている。そのズレを是正しようというのが今回の改正の土台にある考え方です。具体的には給与収入のみで他に所得がない場合、基礎控除は最高104万円、給与所得控除の最低額は74万円になります。この2つを合わせた金額が178万円という所得税の負担が始まる水準になります。42万円や5万円という数字は控除額そのものではなく、給与収入がおおよそ665万円ほどまでの人を対象にした特例による加算や上乗せの幅です。基礎控除と給与所得控除という2つの控除を合わせて考えるという仕組み自体は、これまでも所得税の壁の土台にあった考え方です。今回はその合計額の水準を178万円まで引き上げたと理解しておくと、制度の中身がつかみやすくなります。そしてもう一つ大きな変化があります。最大の控除を受けられる対象が、これまでの年収200万円以下から年収665万円以下へと大幅に拡大されます。パート収入で働く配偶者など幅広い層に影響が及ぶ変更です。なお、この178万円は給与収入のみで他に所得がない場合の水準です。年金など給与以外の所得がある方は合計所得金額で個別に確認する必要があります。これまで対象に入らなかった層にも影響が及びます。例えば共働きでどちらか一方の収入がこの範囲に入るご家庭、あるいは年金を受け取りながら少し給与収入を得ているシニア世代のご家庭、こうした幅広い層が今回の変更を確認しておく対象になります。実施の時期は令和8年、つまり2026年分の所得税から適用される予定です。ここでよくある誤解を整理しておきます。一つは壁が上がったのだからみんな一律に同じだけ得をするという考え方で、もう一つは社会保険料の壁もまとめてなくなったという考え方です。実際には今回変わるのは所得税の壁だけです。178万円は所得税の基準であり、2026年7月時点では一定の条件の下で106万円や130万円という社会保険の基準もあります。ただし106万円の方は賃金の条件が2026年10月に撤廃される予定です。130万円の方は扶養に入れるかどうかの基準で、収入が一時的に増えた場合の例外もあり、条件は個別に確認する必要があります。配偶者の勤務先の規模や働き方によって対象になるかどうかも変わります。そもそもなぜ所得税の壁と社会保険の壁が別々に存在しているのでしょうか。所得税は国の税収に関わる制度、社会保険料は年金や医療保険の財源に関わる制度です。制度の目的も管轄する省庁も異なるため、それぞれ別のタイミングで見直されてきました。だからこそ今回のように片方だけが変わるときにはもう片方は変わっていないという前提で確認しておく必要があるのです。この2つの壁を混同してしまうとどういうことが起きるでしょうか。例えば所得税の壁だけを見て配偶者にもっと働いてもらおうと決めても、社会保険の壁を確認していなければ思わぬところで社会保険料の負担が発生し、結果として手取りが増えないということも起こり得ます。逆に社会保険の壁だけを気にして所得税の壁の変化を見落としてしまうと、本来受けられる控除の変化に
気づかないまま終わることもあります。2つの壁は制度も条件も別物だからこそ、どちらの話をしているのかを、その都度区別して確認する必要があります。実際には家庭ごとに、配偶者の働き方も、年金の受け取り方も違います。同じ178万円という数字を見ても、当てはまる範囲は家庭によって変わってきます。例えば、これまで壁のすぐ近くで、働き方を調整していた方にとっては、壁が動いたことを大きく感じられるはずです。一方で、対象範囲の上限に近い収入がある方にとっては、控除額の増え方はありますが、壁を意識する場面自体が、それほど変わらないという場合もあります。同じ178万円という数字でも、置かれている状況によって、感じ方も実際の影響も変わってくるということです。そしてもう一つ見落とされやすい点があります。この178万円は今回だけの固定された数字ではありません。2026年度の改正では、直近2年間の消費者物価の伸びに連動させて、2年に1回のペースで、基礎控除と給与所得控除を見直す仕組みが、新しく導入されました。消費者物価指数というのは、日々の生活で購入する、さまざまな商品やサービスの価格の動きを表す指標です。物価が上がれば、生活にかかるお金も増えていきます。控除額をその動きに連動させることで、実質的な負担が知らないうちに重くなることを防ごうという狙いがあります。なぜこのような仕組みが導入されたのでしょうか。これまでの控除額は一度決めたら、何年も据え置かれることが多く、物価や賃金の上昇においていかれがちでした。そこで最低賃金の伸び率を反映させた、今回の178万円という数字自体も、その場限りにしないために、物価の動きに連動させる仕組みを、あらかじめ組み込んでおくことにしたのです。つまり178万円という数字は、2年ごとに見直され、物価の動き次第で変わる可能性がある、という前提になっています。2年に1回見直されるということは、次にいつ数字が変わるのかを、あらかじめ意識しておく必要があるということです。見直しのたびに、178万円という数字自体が変わる可能性がある。そう理解しておくだけでも、情報を追いかける時の心が前が変わってきます。次にどれくらいの幅で見直されるのかは、その時の物価次第で決まります。一度確認しただけで済ませられる制度ではないということで、制度の情報についていくことに難しさを感じたことがあれば、一言だけでもコメントで聞かせてください。ここからは今から確認しておきたいことを具体的に整理していきます。一つ目は、自分や家族の年収が今回の対象範囲に入るかどうかの確認です。給与収入がおおよそ665万円ほどまでの範囲に、自分や配偶者が当てはまるかどうかを、まず確認してみてください。パート収入で調整しながら働いている配偶者や、年金を受け取っているご家族がいる場合は、特にここを確認しておきたいところです。例えば配偶者の年収が対象範囲内にあるとします。その場合、今回の対象範囲に入るのか、去年までの控除と比べてどのくらい変わるのか、こうした問いを一つずつ確認していく作業になります。確認する対象は、自分の給与明細だけではありません。配偶者のパート先から届く給与明細や、年金の振込通知書に記載されている金額も、合わせて確認しておくと、家庭全体の状況をつかみやすくなります。確認する際は源泉徴収票や、給与明細に記載されている支払い金額を見て、おおよその年収の目安を把握しておくと、判断がしやすくなります。国税庁のウェブサイトや、勤務先から配られる年末調整の書類にも、今回の制度改正についての説明が記載されるようになる見込みです。2つ目は、今回の壁と社会保険の壁を混同しないことです。所得税の壁である178万円と、社会保険料がかかるかどうかの106万円や130万円の壁は別の制度です。配偶者の働き方を考えるときは、どちらの壁の話をしているのか、
そこを区別して確認する必要があります。勤務先の総務や人事の窓口では、どちらの制度についての質問かを具体的に伝えると、より正確な回答をもらいやすくなります。健康保険組合や年金事務所に問い合わせれば、社会保険の壁について詳しく教えてもらえます。3つ目は、いつから自分の給与や税額に反映されるのかを、勤務先の年末調整や確定申告の窓口で確認しておくことです。制度の開始時期と実際に給与明細や税額に反映される時期はずれることがあります。特に年の途中で働き方を変えた場合は、その年の年末調整でどう扱われるのかを事前に確認しておくと安心です。年の途中で働き方が大きく変わった場合は、通常の年末調整だけでは足りないこともあるため、勤務先や税務署の窓口で確認しておくと安心です。4つ目は、178万円という数字が固定ではないと理解した上で、定期的に確認する習慣を持つことです。2年に1回のペースで見直される仕組みになっている以上、一度知っただけで済ませず、数字が変わるたびに、自分や家族の状況に改めて当てはめてみることが大切です。確認するタイミングとしては、年末調整の時期や確定申告の時期など、毎年同じタイミングで見直す習慣にしておくと、数字が変わった時にも気づきやすくなります。スマートフォンのカレンダーなどに、次の確認時期をメモしておくのも一つの方法です。確認した内容や日付を簡単にメモしておくことも一つの工夫です。次に見直しがあった時に、前回との違いに気づきやすくなります。今回の変更をきっかけに、老後資金を含めた家計全体の見通しをざっくり確認したいときは、無料ツールお金と自由のコーロナビも目安として使ってみてください。年金や生活費、貯蓄などをもとに、今のお金がどれくらい続きそうかを確認できます。では今日の内容を4つにまとめます。まず1つ目は、年収の壁178万円は所得税の基礎控除と給与所得控除の引き上げによって生まれた数字だということです。2つ目は、対象が年収200万円以下から665万円以下へと大きく拡大されたことです。3つ目は、社会保険料の壁とは別の制度であり、混同すると判断を誤りやすいということです。4つ目は、この178万円は2年ごとに見直され、物価動向によって変わる可能性があるということです。こうして整理してみると、178万円という一つの数字の裏には、基礎控除、給与所得控除、対象範囲の拡大、そして物価連動という仕組みまで、いくつもの要素が組み合わさっていることがわかります。壁が上がったこと自体は、多くの家庭にとって前向きな変化だと私は感じています。ただ数字だけを見て安心してしまうのは少し早いとも思っています。壁の数字だけで判断せず、自分や家族の状況に具体的に当てはめて確認する姿勢が大切だと私は考えています。178万円という数字も今後また変わるかもしれません。それでも確認の仕方さえ身につけておけば、その度に落ち着いて向き合っていけると私は思っています。今回お伝えした178万円や665万円といった数字は、2026年7月時点で成立報じられている内容に基づいています。今後、政令や通達で、運用の細かい部分が示される可能性もあります。続報が入り次第、このチャンネルでも改めて整理してお伝えします。最後まで、年収の壁というちょっとややこしい制度と一緒に向き合ってくださり、ありがとうございます。今回の内容が参考になったら、高評価で応援していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。